さあ始まりました。キャンバンコンバイルームです。今日はですね、キャンピングカーの、電源システムを見直したいと思います。結構サイコ系のやつです。うまくいくかどうかもわかんないですし、下手すると壊しちゃうかもしれないのであんまおすすめしないんですけど、今日やりたいなと思ってるのは、基本こちら見てください。外部充電ポートありますよね。これにこの電源ケーブル、外部電源のケーブルを挿せば中で電気は使い放題っていう状態にもちろんなるんですけど、キャンプ場とかに行ったりして外部電源がない時っていうのは中の内蔵のこのバッテリー、サブバッテリーを使用して使うことになるんですね。でこの車インバーターがないのでこのコンセントとか使えないんです。そこでちょっと考えたんですけど、いつもやってるのがこの外部充電に、そこエコフローあるの見えますか？頑張ってる奥さん、カメラワークを頑張ってます。エコフローのところからこう直接電気を伸ばしてここに挿して疑似外部充電みたいな状態にしてるんですね。ただ疑似外部充電で1個難点はこのリアゲート、これを開けとかないといけないんです。ここから隙間出して挿しますから。なので今日はこの外部充電のこの電源ケーブルですね、これをちょっと加工してですね、ここの中で、ドアを開けずにここから直接エコフローのポータブルバッテリーからこちらの方の電源に外部電源として入れるという、ちょっとややこしいんですけど、そういうのをやっていきたいと思います。ということで今回用意したのがこちらでございます。これも Amazon の方で普通に購入したんですけど、まあまあ高いやつなんですけど、これ何をするかというと、この通常入力の方に、今までの外部電源を挿した時のケーブルが来るようにします。でこの外部入力っていうところに、ここにコンセントがこうついてるんですけど、これをエコフローに挿せば、外部入力を挿したかのごとく出力できるというような状態にして、最終的に出力はここですると、その切り替えをこの中でオートでやりますよっていうやつです。バッテリーシステムはここにあります。電装系のやつはちょっと開けてみますと、はい、こういう風になってます。今ヒューズを落としますけど、ここがヒューズですね。でここからいろいろ出てるんですけども、でサブバッテリーはここについてます。でこの線が外部から外部電源挿した時に来てる電源ですね。でここヒューズがあって各所に行くみたいな感じになってますので、要はここをさっきの機材とつなげばいけるんじゃないかと踏んでおります。踏んでいるんですけど分かんないです。ちょっと分かりにくいので解説をしたいなと思います。こちらが一般的なキャンピングカーの電源システムのイメージですね。この映像はRV キャンピングカーレンタルさんのホームページがすごく分かりやすく図解してたので、ちょっと参考にさせていただきました。一般的な電源システムですね。メインバッテリーがあってサブバッテリーがあって外部電源を挿すと、電源使い放題という感じになっております。で今回やりたいことにつながってるんですけど、最近ポータブルバッテリーってめちゃくちゃ性能が向上してますよね。インバーターも内蔵してますし、そもそもリン酸鉄リチウムイオンバッテリー入ってますと。でなおかつ大容量でエクストラバッテリーとかで増量することも簡単ということなので、このサブバッテリーを強化するリン酸鉄に変えるってなるとなかなかお金もかかっちゃうので、そういうことじゃなくて持ってる、ポータブルバッテリーを使ってですね、車の電源を強化することはできないかという趣旨のサイコカスタムなんですね。でということでやりたいのは、外部電源が得られない状態の時はポータブルバッテリーから自動的にこうバチッと切り替えてですね、車内の電源を使い放題にすることができないかというサブバッテリーに全く依存しない、全くじゃないんですけどシステムをちょっとイメージしてます。で早速私がやった方法なんですけど、もちろん自動で切り替えるので通常の外部電源を挿した状態でも、当然使えないとダメですよね。ということでですね、この部分に、今回購入したユニットを割り込ませます。まずこの部分をちょっと断線しましてですね、で外部充電から来たケーブルっていうのはもう車内に来てますから、そこのケーブルをですねこの通常入力って書かれているところに引き込みます。
で引き込んだ、電流を当然車に戻しますので、こういう感じですね。出力と書いてある部分から出ている線をもともと車の中にあるところにこの断線させたところに戻すということで、外部充電をさした時もう通常通り、電気使い放題というのはこのユニットをかましてももちろん普通にできるようにこれで戻りました。でさあここからです。大事なのはこのポータブルバッテリーからじゃあ、電源を得るときはどうするかというとこうです。はい、簡単ですね。ポータブルバッテリーの AC のところからですね、この外部入力というところに、電源を突っ込んであげるだけですね。そうすることによって外部充電が来てる時は外部充電から、電源を供給し、外部充電電源供給がない時はポータブルバッテリーから電源を供給するというのをこのユニットを介して自動で切り替えてくれるというですね、非常にこう都合のいいことをちょっと考えてます。うまくいけばめちゃくちゃ快適になるかなと。っていうのもですね、このポータブルバッテリーを外部充電のところに挿しちゃえばそもそもこれってできちゃうんですけど、例えばケーブルを車のこうドアを少し開けてですね出しとくとか、いちいち挿したりしなきゃいけないとかっていうようなちょっと手間がかかったりするんですね。っていうのを全部車内で完結することができるというシステムになってます。なおかつさっきも言った通りエクストラバッテリーとかを追加することで簡単にこの搭載している電源を増設することができるというのはめちゃくちゃ魅力的なんじゃないかなというふうに考えて今回システムを組んでいきたいと思います。さあやってみますかね。とりあえずこっちが白でこっちが黒、左が白で右が黒、これだけ間違えないように。曲線があるかどうかわかんないけど、繋がってないね。これとこれを今からこの線切って、今からこの線を切って接続したいと思います。さあこの通常入力って書いてある方が、通常の外部電源を入れるやつだと思うので、これをまず切ります。これを切っちゃいます。はい、切りました。でこれとこれを接続するって感じですね。だからこれの皮むきをちょっとします。もしかしたら買ったケーブル使わなくても済むかもね。はい、こういうことですね。これもめっちゃ取れたら大事になる電化のやつだからね。これ取れたら大事になるし、接触してもすごい事故になるやつとか。いて針金だからね、容赦なさけなく突き刺さってくるからね。いてめっちゃ仮ね。ビニールテープ、ごめん、あっちや。下。一回これで仮の絶縁。ほんとこれ仮の仮ですからね。一旦このシステムがいけるのかどうかっていうのを確かめるだけなんで、はい、一応接点しました。今、この通常入力と外部電源のラインをつなぎましたので、今度はこの出力からここにまたこの車内のここに電気を戻すという作業です。今配線をこうむき出しにしました。こっちね。
しました。今やったことをちょっと簡単に説明しますと、まずこの外部入力のこれはまだ何もつないでないです。これ何もつないでないです。見える？わかるかなこれ。わかりにくいね。この通常入力に今外部電源でこう来てた線がこれなんですけどを今入れました。でそこから出力してここに戻すというのを今ちょっとやってみました。まずはこれで外部電源を挿して起動するかというのをちょっと試したいと思います。ちなみに通常入力が入るとここがつくようです。じゃあちょっとやってみますね。奥さんちょっと入れてもらっていい？うん。はい。OK ということで通常入力は今これが入った状態で電気来てますよっていう感じは成功ですね。でまだ室内に電源来てませんのでこのヒューズを上げます。はい OK です。戻ってきて、さあというわけでですね、今このシステムを使うことによって通常この外部電源を使って電気使い放題っていう状態にまず戻しました。今度はですねこの外部入力っていうここから出てるこれをエコフローにつないでも同じことができるのかというのを試したいと思います。でそれではまず1回これを抜いちゃいます。はい、今電気は来てない状態です。でこれについてないですよね。でこれを挿します。そして入れました。そうするとついた。こちら貸してください。今このエコフローからですね、はい、電気がつきました。完成でございます。はい、というわけでですね、このユニットを使えば割と簡単にポータブルバッテリーをもうこれはサブバッテリーと同じですよ言ったら。ポータブルバッテリーの電源自体をもう外部電源と同じ状態にしてもう車内全体に供給するっていう。でこれができればサブバッテリーぶっちゃけいらない状態になるっていうことなんですよ。それはちょっと言い過ぎかもしれないですけど代わりにできるっていう感じのシステムを今日は組んでみました。ちょっとね充電に関してはいろいろ難ありだと思うんですけど、よろしければお試しください。すごくこれ便利になると思います。